んにちは、タクです。今日は長野県の白馬村にやってきました。というわけでね、今日は白馬岳まで行こうと思うんですけど、1日目は猿倉登山口から白馬尻小屋、そして白馬山荘を越えて白馬岳山頂まで行きたいと思います。その後はね、頂上宿舎でテント泊をして、2日目はそこから白馬槍ヶ岳の方に縦走をして、そこから白馬槍温泉、標高ね2100メートルに温泉があるんですけど、そこまで行ってゆっくり温泉に浸かりたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけで白馬尻小屋を通過しました。白馬尻小屋からはこの後登る大雪渓も少し見えていて、今ね少し歩き出すともう雪渓を渡る涼しい風はずっとここにも届いていて、下界のね暑さをちょっと忘れるような、そんな心持ちがしてます。というわけでもうすぐ大雪渓頑張って行ってみたいと思います。
はい。というわけでね、白馬岳の頂上宿舎がようやく見えました。途中ね、ちょっと結構本降りの雨が降ったり、やっぱり荷物が重かったりで結構時間かかっちゃいましたけど、ようやく今日の宿営地に到着することができそうです。今日はね、テント泊なのでこのままテントを設営して、それから頂上宿舎でゆっくりあったかいご飯とビールをいただきたいと思います。今日ね、高低差1700アップの予定だったんですけど、見ての通りね、ちょっとマシなんですけど、だいぶガスが上がってきちゃって雨も降っちゃったので、白馬岳のね山頂には明日の朝行こうと思います。それでは頂上宿舎の様子も後ほどご案内します。おはようございます。今日は8月6日、今朝の4時20分ぐらいですね。今は白馬岳の頂上宿舎のテント場で起きました。今日はね、これから白馬岳に登って、それから白馬槍ヶ岳まで縦走して、そこから白馬槍温泉まで降りて、そこで宿泊の予定なんですけど、天気はね、昨日夕方から雨降ったんですけど、今はもう星も見えてて、ご来光がねもうすぐ上がるかなという感じで、みんな慌ただしく用意をしている、そんな感じです。やっぱりセブンのフリーズドライの豚汁は山には最高です。おはようございます。タクです。今日は白馬岳にやってきました。昨日ね、大雪渓を登って頂上宿舎で一泊して、その日はねもうちょっと体力の限界を感じたので
白馬岳山頂には登らなかったんですけど、今日朝起きて最初にね、白馬岳山頂、この目の前に見えてます。ここに登って、でそのまま、杓子岳、そして白馬槍ヶ岳と縦走して、それから白馬槍温泉に降りてゆっくり温泉に浸かりたいと思ってます。それでは行ってきます。白馬岳登ってきました。山頂はね、霧が立ち込めたり晴れたりですごく劇的で楽しめました。そして今日はこの後目の前に見えてます杓子岳、そして白馬槍ヶ岳縦走しようと思います。奥にはね、もう目の前に剣岳が見えてて、本当に立山方面まで見渡せて最高のコンディションになりました。こうやって見てると本当に次はあそこに行きたい、あそこに行きたいばっかりがやっぱりね、どんどん湧いてきちゃうんですけど、一つずつしっかり行ってみたいと思います。It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. はい、今は丸山から杓子岳に向かって縦走してます。さっきからね、大雪渓の方からブワーッとガスが流れ上がってきて、すごくね涼しいです。例えばなんか安っぽいんですけど、開けっぱなしにした冷蔵庫の前に扇風機があって、そこからすごく冷たい風が流れてくるような、昨日ね2時間ぐらいかけてずっと上がってた大雪渓からの風なので、
すごくね感慨深いです。稜線でねもう日は直射日光なんですけど風が涼しいのでちょっと楽になりました。大雪渓方面が見えますね。冷気がどんどん上がっていきます。白馬岳の山頂も見えてます。本当に雄大な中走路です。ハッピー。はい、というわけで白馬槍ヶ岳でねちょっと晴れ待ちをしたのですが、まあ下山の時刻もあるしもうね一面ガスガスなので下山しようと思います。はい、槍温泉分岐までたどり着きました。白馬槍温泉でまっすぐ行くと帰らずの県とか唐松岳とか結構破線ルートのね危ないルートになってしまうので間違えてちょっと大変なことになります。というわけでね今日は左曲がって白馬槍温泉でゆっくりする予定なので、内側行ってみたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。大雪渓から白馬岳、杓子岳、白馬槍ヶ岳への縦走はいかがでしたか？もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。本日のデータです。撮影日2023年8月5日から8月7日、移動距離21.0km、 累積標高差2464m、行動時間27時間35分でした。もっと詳しいルートのログは登山情報サイトのヤマップさんに載せています。よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次の山でお会いしましょう。バイバーイ。